はい、こんにちは。今日はね、ショットガンやっていきたいと思います。前回たどり着いた未開の地で敵を倒すための武器を作りたいということで行ってみましょう。まず準備として、この場所は古いバージョンの時に生成された土地で、その後に実装された植物がないので、持ってきた木の実をまいときます。リンゴは回復に使えるのと、松ぼっくりは効率がいい燃料として使えるのと、生ゴムは伸ばしたりくっつけたりで形を変えやすいので、まあいろんなことに使えます。木の実がなるまで何回かセーブ&ロードをしたりもするんだけど、一通り育ったので、この後も必要に応じて増やせますね。よし、では実際に作っていきましょう。まず火薬の代わりに使うのがこのニトロセルロース。完全に燃え尽きる前にたどり着いたので、燃えかけのものが合計50キロ、完全に新品のものが10キロあるんだけど、燃えかけのものも爆発するので、ひとまずこれを使いましょうかね。で、以前火薬を使った武器は試したことがあるんだけど、ニトロセルロースを爆薬として使うのは初めてですね。とはいえ火薬と同じ感じで適当な大きさに切って使えばいいんじゃない？消えた？これね、ニトロセルロースを作るときに草の方に集約される形で作っちゃうと、草の特性が優先されて細切れにすると消えちゃうって仕組みになってるらしくって、これ少し前に知ってはいたんだけど、このくらいの大きさがあっても消えちゃうのか。一応消える前に何かにくっつけると消えないみたいなんだけど、何かいい方法はないものかって思って試した結果、水の上だと消えないみたいですね。ただ水の上だと流されたりして作業しづらいのが難点かな。一応水の上に限らず何かの上に乗せるだけでも消えないみたいなんだけど、これは消えないように工夫しながら進めないとですね。まあとりあえずこんな感じで小さい爆薬にタングステンをつけてみました。これで撃ってみると、ちゃんと飛んでダメージが入りました。単発での動作確認はできたので、ここから弾をばらまくような形にしていきます。とはいえタングステンは今とても貴重な素材なので、弾は鉄で作ることにします。とりあえずこんなもんかな。これで弾が拡散してくれるはず。いざ。どこ飛んでいってるんだこれ一応正面のやつは飛んでいってるみたいなんだけど、周りのやつがどこに飛んでるかわかんないですねたまに何かに当たってるので多分飛んでいってるんだけど、映像を確認してもよくわかんないな。っていうか本当に飛んでるのか？はい、なんやかんやあったんだけど、まず爆発の衝撃で弾が壊れてるんじゃないかっていう疑問があったので、
玉を少し大きくしました。あと玉が本当に飛んでるかを確認するためにこんな風に周りを囲んでみました。これで試してみると一応飛んでるみたいだし弾はダメージを受けてないですね。なので問題点は私が思ったよりもあらぬ方向に拡散してるってことみたいです。で本題としてはそこを改良していくわけなんだけど、それを検討してる途中でニトロセルロースについて新しく気づいたことがあるので順を追って解説していきます。まず今使ってるニトロセルロース、これ燃えかけのものを設計図の材料として使おうとすると本来の重さよりも軽く計算されます。これは設計図を利用して燃えかけのものを新品に作り変えるっていう悪いことを考えるやつがいたみたいなんだけど、あらかじめ新品の書籍を設計図に登録しておけばなんと新品として作り直しができちゃいます。それに対して修正が入ったせいですね。それはいいんだけど燃えかけのものを登録してそれを作ろうとしてもやっぱり材料としては軽い計算になっちゃうみたいで、これだとどうせだったら新品で作った方がいいんじゃないかな。じゃあ新品と燃えかけで性能が違うのかってあたりがポイントになるのでそこを試してみましょうか。一旦設計図機能で10キロの新品のものを作ります。これは前回マリンジェットを作る時に使った設計図なので消費具合が違うだけで大きさも形も同じものです。でここにある2本の松は同じ松ぼっくりから育ててって同じ性能を持ってるのでこいつに与えるダメージで消費具合によるダメージの差が出るのかってな実験をやってみます。その結果違いますね。誤差とかもあるかと思ったんだけど何回やっても新品の方が高いダメージが出てるので消費すると威力が落ちるって判断していいでしょう。ということは今回は武器として使うわけなので威力の高い新品を使った方が良さそうですね。よし、ここまでの結果を踏まえて改良していきましょう。まず一つの爆薬で拡散させた時の飛び方が予想以上に拡散したので小さい弾を複数発射するような設計に変えてみます。ただその本体を作るにあたって爆発で壊れないかつ火で燃えにくいっていう素材が必要なんだけど今手元にプラスチックも合金もないので石で作ります。石はタングステンで割ることもできるんだけどこれだけでかいとタングステンも壊れそう。しょうがないので鉄でぶった切ります。これ結構時間かかったんだけど割ってきた石のフレームに弾と導火線をくっつけていってできました。銃というよりかは弓みたいな形になってるんだけどこれに着火すると松ぼっくりの導火線を伝ってそれぞれの弾に火が通る
仕組みになってます。試しに打ってみるとちょっと反動が大きいんだけど、ペアリングホルスターでくっつければなんとかなるか。ちょっと厳しい予感がするまあまぐれ当たりとか奇跡が起きるかもしれないので、とりあえずこれで試しに戦ってみましょう。この先にあるドローン基地の壁を割るってのを今回の目標にしたいんだけど、いざやっぱ反動が大きすぎるかまぐれ当たりがないこともないんだけど、一発当たるか当たらないかですね。しょうがないので今回は固定砲台にすることで解決します。いざ当たってる球もあるんだけどダメージが弱いな。当たってない球はあさっての方向に飛んでるし、ちょっと角度が悪かったかもしれない。拡散とは言ってももうちょいまっすぐ飛んでくれた方がいいんだよな。そんな調子で何回か試してるんだけど、運がいい時で2000ダメージくらい、奇跡が起きても4倍以上のダメージが出るのは期待できそうにないですね。よし、改善点が見つかったのでちょっと改良して出直します。まずダメージが圧倒的に足りなかったので弾の強化、爆薬を少し大きくするのと弾頭も少し大きくします。これによって弾を全部付け外して作り直すことになるんだけど、それと同時に方向が拡散しすぎてたので弾の角度もおおむね前方向に向けときます。弾を大きくしたことって物理的に干渉することになるので弾数は減らしてるんだけど、差し引きのダメージが上がれば OK でしょう。よし、これで再挑戦。いざ。終わった？当たりはしたみたいなんだけどちょっとよくわかんなかったのでもっぺん割ってるかな。試しに叩いてみるとちゃんと割れてますね。こっち側に叩いた時にあそこに割れ目ができてるんでね。壁を破壊したことは確認できたのであとは周りの敵をやっつけていきます。ビーム砲台はこの本体につけた刃物でぶった切れるとして、これだけ重い武器だとドローンの相手をするにはちょっと辛いか。とりあえず間に合わせの武器を作って、よし、これでドローン基地を制圧できました。ということでショットガンやってみたわけなんだけどいかがだったでしょうか。これね、最初のバージョンのやつでうまく動くと思ってたんだけどなかなか思い通りにいかないですね。いろいろ試してる中で新たな発見もあったのでいろんなことに挑戦してみるのもいいんじゃないでしょうか。で、これ試してる途中で他の武器も作れそうな感じがしたので
次はそれをやってみようかな。ということで、次回はファイルバンカーやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。